おじさんが仙台から松島まで歩くだけの動画。10月某日、仙台駅から松島海岸駅までの約25キロの道のりを歩いてみました。25キロと聞くとかなりの距離に感じるかもしれませんが、ハーフマラソンより少し長いくらい。やってやれないことはないでしょう。以前仙台から塩釜まで歩いた時は博物館などに寄り道しましたが、今回はひたすら国道45号線を歩いていきます。普段は車や電車で通り過ぎる場所も歩くことで新たな発見があるかもしれません。朝5時20分の仙台駅です。駅の東西をつなぐ通路で腰掛けているのは始発を待つ人々でしょうか。夜明け前だというのに思ったより人を見かけます。出発時は始発前だったので、自宅から仙台駅前までは自転車で移動。スタート時点ですでに体力を消費しています。仙台駅を出発。今回は高城のあたりを経由していく、45号線かなルートで行くので、だいたい5時間半くらいかかる計算です。つつじが丘公園を抜けて国道45号線に合流します。45号線沿いはかつて通勤で頻繁に通った道なのでよく見知っていますが、この時間帯に歩いた経験はほとんどありません。徐々に日が昇ってきますが、淡々と歩いていきます。道中に見かけるのは梅田川に沿って歩くルートものどかで良いのですが、今回はできるだけ45号線に沿って歩いていきます。途中、国道4号線と交わる通称新潟家ジャンクションの歩道橋を通ります。個人的にはどこか非日常感があって好きなスポットの一つ。仙台市内の国道45号線自体には観光での見どころがないのですが、少し道を外れると金崎の笹釜館や海の森水族館、三井アウトレットパークなど意外と観光スポットも多いエリアです。午前7時、日が出てきて暑く感じるようになってきたので、出発時に着ていたウィンドブレーカーを脱ぎつつ休憩。カメラだと分かりにくいですが、進行方向に朝日があって眩しいです。海に近いエリアになってきました。中野坂駅あたりからは2011年の津波被害を大きく受けたエリアになりますね。当時は近いエリアに住んでいたので、津波の被害の後を直接目の当たりにした場所でもあります。7時半くらいに高速の高架橋をくぐったところで多賀城市に突入です。よく見るチェーン店などが多く、語ることは多くないです。校庭の半分くらい歩いたのですが、まだ気持ちの余裕があります。多賀城の下馬のあたりのコンビニでちょっと休憩を取ることにします。コンビニでおにぎりと唐揚げ棒を購入しました。マックとかでもよかったかな。サクッと補給。再び歩き出して塩釜市に入りました。前回似たようなコースを歩いた時は松尾芭蕉に倣って塩釜から船で松島に向かいましたが、今回はここからもひたすら歩きます。海が見えてきました。塩釜といえば海産物や有名な塩釜神社がある場所です。今回は当然ながらそういった場所もスルー。昔より歩道が整備されていて歩きやすくなっていますね。松島方面に向かっていくと徐々に自然の割合が増えてきます。利府町に突入。20km くらいの地点です。このくらいから足の疲労感がきつくなってきます。利府町のサイトによると、案内標識の横のキャラクターは平成22年に観光協会のキャラクターとして生まれたリーフちゃん。令和3年に利府町の公式キャラクターになったとのこと。かわいい。トンネル。武骨な壁が何とも言えない雰囲気を醸し出しています。嫌いじゃないですが、人通りも少ないのでお一人様は気をつけましょう。さて、45号線を徒歩で歩く際の最大の難所が松島町に入る手前のこのエリア。ほんの 2,300 メートルほどですが、人が歩くことを考慮していない。とにかく道の狭い場所があり、近くに迂回路もありません。別で内陸寄りのルートもあるのですが、途中曲がり忘れてしまい引き返すのもしんどい状況になっていたので、細心の注意を払いながら進みます。できるだけ交通量が少ない時間をと思って早朝に出発しましたが、この時点で10時過ぎ。それなりに車は通ります。交通違反しているわけではないのですが、本当にごめんなさい。そんな場所を切り抜けるといかにも松島な景色が見えてきます。これが日本三景の一つ、松島。海に浮かぶ大小の島々が本当に美しいです。長かった道のりですが、歩いてきた分だけこの景色が格別に感じられます。足が棒のようになっているのもこの瞬間だけは忘れられます。いや、そうでもないかも。つらい。この辺に以前はウッドチップの歩道があった気がしたんですが、普通の歩道になっています。いつからか雑草が伸びたりするくらいには老朽化してましたものね。松島海岸駅付近。
さすがめちゃくちゃ混んでいる。ヘロヘロになりながら松島海岸駅到着です。時刻は10時50分。出発から5時間半ほど、約 25km の旅でした。ここからはゴール後のご褒美タイムです。温泉。足がもう限界ということで、近くの日帰り入浴で済ませることもできたのですが、今回の旅で再訪したかった場所がありました。坂道を登る片道 1.3km ほどの場所なので、苦行以外の何者でもないのですが、あえてそこに向かいます。普通なら駅からタクシーで向かうべきでしょうが、ここまで来たら意地でも歩きますよ。途中、温泉施設の芭蕉の湯がありますが、そこよりもさらに奥へ。初めて行く際は本当にここなのかと不安になると思いますが、進んでいくと湯の原温泉冷泉亭に到着します。日帰り入浴は550円。内湯のみでサウナのような設備もありませんが、木をふんだんに使った建物でとても落ち着きます。無色透明で冷光線のため加温している温泉ですが、その分ゆったり入れます。湯治宿なので宿泊も可能です。時々足を運んでいた時期もあったのですが、今回は3年ぶりくらいかも。温泉に浸かると全ての疲れが溶けていくようです。まさに極楽ですね。足がめちゃくちゃ痛かったけど、これで全てが報われます。再び松島海岸駅前へ戻ります。その日は近くでペットフェスなるものもやっていたので、軽く様子を見つつ帰路に着きました。帰りはさすがに電車を利用。あっという間に仙台に戻りました。感想です。特別なイベントもなく歩いた5時間半でしたが、意外と達成感がありました。あと苦しい思いをした後の温泉は最高ですね。おすすめはしないです。またどこか歩いてみたいです。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いします。